子供にはさ、正しいことをやれと言いつつも、なかなかそんなことやっていられないじゃないですか。生きていく中で。はい、こんにちは。こんにちは。我が子が正義を振りかざしたら、ちょっとこれタイトルが長くなったから今短くしたんですけど、最初のタイトルは、我が子が優先席に座っている若者に老人に席を譲れと言い出したら、親はどうしますみたいな話ですね。ははは。まあ、優先席はまあよくありそうなパターンとして選んだだけなんですけど、まあ何でもそうですよ。この通り歩いてる大人がゴミを捨てました、ポイ捨てました。で、近くにいたうちの子供が、ちょっとおじさん、じゃあゴミ落としましたよ。とか、例えばありそうなんだったら、タバコ吸ってました。どっかの駐車場で、その人がポイ捨てしました。おじさん、タバコ吸いから落としましたよ。どうしますか、親として。これ難しいじゃないですか。子供にはさ、正しいことをやれと言いつつも、なかなかそんなことやっていられないじゃないですか。生きていく中で。でも、一緒にうん自転車置き場とかで自転車倒れてたりする。ママ倒れてるから戻した方がいいって言われて。まあそれはやっぱり子供と自分との一対一の関係なので、まあ割とわかりやすいじゃないですか。問題はそこに第三者がいる場合ですね。まあでも、正直そのモラルがない人って、あんまり近づけたくないというか、タバコ吸っててポイ捨てするような人ってあんまり今いないじゃない。だからなんかそういうポイ捨てとかゴミを捨てるような人、そういうなんかモラルがない人に近づいていって、モラルのある対応をしてくれるとはちょっと思えないんで、なるべくそういうのは話したい。なるほど。つまり、タバコを吸ってる人に。そしたら、まあ言ったら、じゃあ拾ってママが捨てとくわ。とか。なるほどね。これはでも素晴らしいね。じゃないと。要するにそのタバコを吸ってる人を変えようとするんではなくて、ゴミがあるから自分で拾って自分で捨てに行く。人を変えるのではなく自分の行動で背中を見せると。でも美咲は結構それは真似してくれると思う。ゴミ、だから言うんだよ。ゴミ落ちてるって言って拾おうとするんだよ。でも優先席問題ですよね。優先席問題、若者が、そのぐらいはいいかな、やらせるかな。座ってる若者に声をかけてしまって、ここのお年寄りに席を譲ってください。ここのお腹の大きいママに席を譲ってくださいって言ったとしたら、もうそれはやらせる。たまたま疲れちゃってるとか、席が空いてると思ってて座ってるっていう、そのモラルがない子だとも言い切れないから。だからまあそのぐらいは対応してもらおうかな。なるほどね。ちょっと嫌なのよ。なんかちょっとヤンキーじゃないんだけども、ちょっと危ない人と何か接触はあんまり避けたいじゃない。自分も危害を加えられたら嫌だし、まず我が子に危害を加えられるのもまず困るから。ね。ほぼ同意見ですね。まあ、やっぱり、まず見た目的にもう危うそうだったら、やっぱり極力話すですね。そうでなかったら、まあそこは子供の選択なので、一旦そのままやらせる。なので、そこで相手が怒ったとか、そこで相手がどう反応するかも、もう自分の選択で受け取るものだ。もちろんそこで危害を加えられそうになったら、そこはそこを介入するけれども、でもしその相手が親なんだからどうにかしろよって言ったら、それはごめんなさい、ちょっとであればちょっと直接息子に言ってください。かな。それはうちの子供が言ったことで、自分はだからもう最初からその、モラルのない人が、まあそれが10代だったらですね、プレティーンっていうのは12歳ぐらいとか小学生ぐらいだったら、まあ周りがある程度指摘してやらなきゃいけないのかもしれないけど、それ以上大人になってそれができてないってことは、多分これまで何度も言われてきてそれができてないっていうことだから、今更そんな人にこちらの時間とエネルギーを注いで指導しても自分は無駄なのかな。まあ家族とかは別だと思うよ。その人の家族はそれを繰り返しやらなきゃいけないかもしれないけど、その街でね、一生に一回しか出会わないそういう人たちに自分がそういうことをやるほど自分は善意に満ち溢れてないので、まあそこは自分はもう基本的にはやらないけども、それをうちの子供がやりに行ったら、それは全然止める必要はないのかなってですね。でもそれができるかできないかっていうとな、すぐ私、すいませんって言って。そうですね。なんか言っちゃいそうな気もするけど。そうですね。自分でここで言ってるけど、実際どうなのか。すいませんの必要はないよね。すいませんの必要ありますないんだけど。まあわかるよね。すいませんイコール必ずしも謝罪ではないからね。なんかワンクッション置きたいっていうか、そうですね。すごく嫌な気持ちにさせちゃったかなっ
っていうのでちょっとごめんなさいっていうのは一言言うかもしれないけど、ほらね、本読んでたとかスマホ見てたとかでこんなに席が混んでたの気づかなかったとかいう人もいるかもしれないしね。まあまあそうですね。優先席に関しては若い人が座ってるのがいけないかいけなくないかって言ったらそれはもう本人次第なので、ひょっとしたらすごい体調悪いかもしれないし、つば杖持ってないけど超捻挫してるのかもしれないし、それを周りの人間がさ、若いからってあんた立ってるべきだって判断してそれを言うのは正しいとは思わないので、だからそれも子供たちの勉強にもなるじゃん。なんでお兄ちゃんお姉ちゃん座ってたのかっていうのがさ、具合が悪かったんだってとか言うのでも、そうなんだっていうのも気づけると思うし、まあ言わせてみるのも手ですよね。そうだから自分も別に言うのが正しいとは思わないけど、優先席譲った方がいいんじゃないのっていう人に対して、いやそれをやめるべきとも思わない。まあ大体もうみんななんか雰囲気でさ、すぐ誰かしらは立つから優先席じゃなくてもね、今みんないい人多いですよ。そういうことで。はい、ということで皆さんのなんか思うことあれば、はい、ご意見、ご質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバイ。